こんにちは、キムニさんです。今回はスノーピークからとんでもない新幕が発売されるということで、新潟の本社ヘッドクォーターズに来ています。どこなんだろう。ちょっと準備があるようです。まだ見れない。この時はまだ一切情報を漏らせないということで、フィールドではなく本社の中庭に案内されました。はい、では OK が出たということなので、潜入していきたいと思います。最速の独占取材でございます。では行ってみましょう。何これなんじゃこりゃ、すごい。初めて見る形です。社長。はい、というわけで、新しいテント後ろに貼られていますけれども、詳しくお話をですね、開発担当の山下さんに、お聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スノーピークギア企画開発課の山下と申します。お願いします。開発担当、今日は代打という、噂を聞いてるんですが。はい、そうですね。あんまり言うべきかどうか迷ったんですけど。代打として出ていただいた山下さんは、スノーピーク最大のテントグランベルクの開発担当者でもあるそうです。はい、まずはですね、テントの名前からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、今こちらに貼られているのが、リゲルプロのストーブプラス、スノーピークの代表的なシェルターの一つである、リビングシェルを、ベースに作っております。パッと見ではわからないかと思うんですけれども、はい、実はこれシェルター全体がダブルウォールになっております。はいはいはい、はい、中にシリコンポリエステルのシェルターフライがありまして、はい、その上から全体を TC の、フルフライって呼んでるんですけれども、ガバッとかぶせた状態になってまして、部屋全体がダブルウォールになるような仕様になっております。なるほど、はい、フルフライを取った状態でも使えるんですか？はい、もちろんストーブを使わないっていう時は、こちらのフルフライは必要ないので、これなしでも使っていただくような形になってます。なるほど。じゃあ夏場はそのフルフライなしで、そうですね。でも、使えるってことなんですね。全然。どうやらこのリゲルはストーブと TC 素材のフルフライシートがセットになったリゲルプロストーブプラスと、それらを除いたリゲルプロの2種で販売するようです。今後ろに立っているのがストーブプラスの方ですね。このテントはストーブシェルターっていうなんていうんですか、ジャンルなんですか？そうですね。弊社としても、初めて出すストーブ専用のに、設計したシェルターになってます。なるほど。ストーブ自体もスノーピークとしては初？そうですね。ちゃんとアウトドア用でキャンプで使ってくださいっていうストーブは、初めてになります。なるほど。じゃあ詳しくスペックもちょっと見ていこうかなと思いますので、まずこの外側で、何かこう突出して言うこととかってありますか？ちょっと回りながら。いいですか？はい。まずちょっと今フライがかかってて見えにくいかと思うんですけれども、ここにこうした形のA フレームと呼ばれるフレームがあるんですね。で、ここから、リッチポールが2本こうやって走ってるような、頂点の部分ですねに生地が来るような、仕様になっております。なるほど。はい。これってこっちが前でこっちが後ろなんですか？はい、こちらが正面になって、こっちが正面ですね。なるほど。なので前後ですね。今で言うと。なるほどなるほど。はい。ちなみにこの A フレーム側、跳ね上げすることも可能になっているようです。これもう中入ってもいいんですか？どうぞ。はい。いや広いですね。そうですね。ちなみにサイズはいくつになるんでしょうか？そうですね。前後の方が450。ここが450センチです。はい。で左右こちらの長手方向の方が700メートル。700。になっています。天井めちゃくちゃ高いですけど、これは。そうですね。高さが内寸で225あるので、頭つく人はいないかな。そうですね。僕今171センチなんですけど、手がギリギリ届かないぐらいかな。サイズだけで見るとグランベルク L に次ぐ大きさなんですが、こういったいわゆるツールームテントのようなフレームワークのテントとしてはスノーピーク最大の大きさだそうです。メッシュパネルもすごい数が多くて、
そうですね、ちょっと撮影用に、ほとんど、フルメッシュにしてるんですけれども、当然これだけメッシュ開けてしまうと、いくら中でストーブを焚いたとしても、寒くなると思うんですよ。そうですよね。で、最小限、の窓を開けて、そこから換気してくださいよという意味で、ここには赤色のタグをつけております。他は黒いタグになってます。本当だ。換気にはかなり気を使っているようで、一般的に上部にあるようなベンチレーションが下にもついています。このサイズでこのメッシュの量、かなりコストがかかってそうですよね。価格は最後に聞いてみようかと思います。このインナーテントは付属なんですか？インナールームは1個だけ、付属でついています。何人寝れるんですか？うわ、長っ。そうですね、これで4人ぐらいは寝れるかなと思うんですけれども、4人寝ても結構余裕ある感じですよね。そうですね、こちらのインナーの幅が225、で奥行きが210あるので、1家族分は寝られるかなっていう感じですね。なんか感覚的にはもっと寝れそうな感じがしますけどかなり贅沢なそうですね、大きさになってますけどね。さて、このテントの肝はやっぱりこの薪ストーブ周りの仕組みですよね。やっぱり一番こだわった点としては、そのストーブを置いた際の煙突を固定する仕組みっていうところも他にはない工夫が施されている部分かなと。そうですよね。なんかこうテント内でこの固定してるの初めて見ます。大体、外じゃないですか。そうですね、ちょっと安全性っていうところを考えた時に、煙突自体を、シェルターで持ってあげるっていう方が、安全なんじゃないかっていうところで、今回このような仕様になっています。なるほど。いや、これもう見たことない構造なんですが、薪ストーブの開発担当者はまた別にいらっしゃるようなので、ここでバトンタッチです。こんにちは。こんにちは。ストーブの開発担当の宮本です。宮本さん、よろしくお願いします。お願いいたします。すいません、急に現れていただいて。そしたら早速なんですが、このストーブ、パッと見すごすぎて何から聞いたらいいか分かんないので、ざっと紹介していただいてもよろしいでしょうか。まず第一に安全で、しっかりと暖が取れて、で最後は火がしっかりと見えた空間を作りたいというところから、開発が始まりました。何ですか、ストーブ自体に足がないじゃないですか。テーブルにくっついてる。そうですねどう頑張ってもストーブが点灯しないような、安全性を考えて、このような設計になってます。なるほど、そうか。煙突も長いし。そうです。ちょっと動かしてもいいですか？全然大丈夫ですよ。全然こう押してもらっても全然大丈夫なんで。すごい。何かの拍子に誰かこうぶつかったりだとか、お子さんがバーンっていっちゃったりしても全然大丈夫。なるほど。で煙突も宙吊りに今なっている状態なので。そうか、これがあるから宙吊りにできるんですね。そうです。これがなくても浮いてる状態。今もちょっと浮いている状態です。今ちょっとここに三角のマークあると思うんですけど、通常であればこれベタ付けすると、これが今ちょっと下に当たっている状態です。なるほど。面白い。で一応ここに見えているこの三角形から下にこう線が出てきますけれども、ここまでは絶対にかぶさってないといけないですよっていうセーフティーなライン。このフレームで吊り下げられた煙突と、この頑丈なテーブルに支えられている薪ストーブ本体の仕組みを見ると、これが倒れるってことが想像できませんよね。ちょっとね、今まで使っていた薪ストーブの安全性が少し心配になってきました。すごい。これはライトですか？これがですね、CO チェッカーになります。これってもともとなかったですよね。これもオリジナルで今回のために、作ったものになります。これも付属でついてくるんですか？付属で2つついてきます。メイドインジャパンですね。そうですね。安心の。この位置にあるっていうのはすごい大事なんですか？そうですね。高い位置に CO が集まりやすいんですよ。ただ状況によってこの辺の空気の温度がですね、すごく上がってしまって、機器に影響が出てくるというところで、いい塩梅でここをなるほどなるほど。一酸化炭素チェッカーは物によっては信頼性が低いものも多いので、純正の付属品として適切な設置場所も指定されているのはかなり安心だと思います。とにかく安全がこのテントの大きなキーワードのようです。中の構造も見ていきましょう。4面ガラスってなかなか見ないですよね。どっから開けるんですか？これがですね、一応この両サイド2面が開くような構造になっています。2面が開くんだ。
で、ハンドルがこのように2つついておりまして、ここに爪が2つついておって、ここに両方差し込んでもらって、でそのままぐっと内側に寄せてもらって、下ろしてもらう。なるほど。これがですね、ドアを開けた時にだけ降りてくるシャッターになってまして、これがないとですね、火がここにどうしても着火している状態だと、外側に逃げてきちゃうんですよね。ブワって出てきちゃうんですか。そうなんですよ。その際に CO だったりだとか、すすだとか煙とか、そういったものがこっちに逃げちゃうので、それを抑えるためのシャッターになっております。すごい。これってちなみに薪40センチが入る感じですか。そのまま入りますね。これがロストルですか。これが入ってになってまして、これもちょっと爪で引っかかってるんですけども、これもで、なるほど。すごい。こう薪ストーブって、空気穴というか調節できるものがあるじゃないですか。あれみたいなものは基本的にこのストーブに関しては薪の量のみで火力を調整してもらうような形になります。ちなみに厳密にはサイズは違うようなんですが、このガラスパネルの縦横のサイズは火が美しく見えるように映画の比率を意識しているようです。こんな感じですね。これってどうやって持っていくんですか。ですね、収納ケースがストーブ単体のこの部分だけの収納ケースが1つと、煙突は煙突で収納ケースがついてテーブルはテーブルで収納ケースがついてるんですけども、基本的には2人1組で持ち運んでもらうようなものになってます。これちなみにどのぐらいあるんですか、重量は。本体がですね、この本体の重量が33キロほどになります。いや、一人じゃちょっときついですね。そうですね。なるほど。この重量は運搬時のデメリットになるかもしれませんが、安定性を考えると妥当な重量かもしれません。それでは最後に価格やこのテントの狙いなんかも聞いていこうと思います。はい。で、お二人に、ざっくり聞いてまいりましたけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。これで、フル装備っていう状態ですかね。はい、そうですね。リゲルプロストーブプラスのセット内容は、シェルター本体、シェルターのみの時に使うシールドルーフ、TC のフルフライ、薪ストーブセット、一酸化炭素チェッカー、インナーテント、グランドシートとマットだそうです。さあ、気になるお値段はおいくらなんでしょうか。税別で135万円。ちょっと待ってください。もう一回聞いていいですか。税別で135です。135万円です。税込みで150弱。はあ、フルパッケージですもんね。そうですね。でもこのフルパッケージで135万ということは、この例えばストーブ単体とかそういう単体でも買えるんですか。ストーブの方はもうこのシェルターのみで使ってもらいたいので、単体はないんですけれども、シェルターの方は単体で発売予定です。リゲルプロ、ストーブプラスっていうパッケージが135万円で、リゲルプロの方はおいくらなんでしょう。リゲルプロの方は、税別で55万ですね。なんか135万の後だと。そうですね。かなりお安く感じるかと思いますけど、よく分かんなくなってきました。はい、ということで、前代未聞のフレームワークやスペックなどよく見てみると確かにそれくらいのお値段になるかななんて思いましたが、とはいえね、ポンと買えるような金額でもないですよね。ではなぜスノーピークは、このリゲルプロを作ったのか。これを作られた思いとか、どういう狙いがあってこれを作られたとかっていうのを聞いてもいいでしょうか。そうですね。そのあたりは社長に聞いていただければ。すみません。すみません。社長。では我々はこれで失礼します。ちょっと待って。キャンプだろう、もういい、キャンプは終わったから来なくていいよみたいな、ブームが終わってからもう終わったっていう、それはそうじゃないと。僕ら今そのピクニックテーブルと戦ってるんですけど